格ゲーの方はどのぐらい配信するんですか大体。いやー、人によるね。結構なんか割と集中力使うなって思うんですよ、やってて。カロリー高いからあんま長時間できないのかな。いや、疲れる人は疲れるよ。無限にあるのなんか配信終わった後やっぱどっと疲れるもんね。やってる最中気張ってるからさ。だけど、ゲーム、いやその雑談とかはまだいいんだけど、別にゲームしながらコメント読みながらとかやってるともう頭かなり疲れるね。むついよなマジで。俺はでも結構長い方だと思う、全体の。そうなんです格ゲーマーの中でやんない人ほんとやんないもんね、2時間とか。そうですね、そもそもしない人もいるし。そうだね。それなんかあれなんですか、やっぱ戦術的にあまりこう大会までとか配信しないようにしてるとかっていうのもあるんですか、人によっては。全然あるだろうね、当然ね。徹底してる人もいるし、バレないようにか。そう人もいるし彼にこれね、すげえのが格ゲーの人たちってあんま隠さないんだよね、戦略。思った。そう、これマジすごくて。なんでなんだろう。なんでなの。これはね、気にしてないの。これはね一応理由があって、結局ね相手がね海外を想定してるからなんだよね。相手が海外を想定してる。相手がごめんなさい、相手がっていう言葉余計だったんだけど仮想敵が海外にまで及んでるわけよ。つまりその例えば日本人同士が隠し合うと単純にレベルは下がるじゃん。その隠してる人がちょっと得をすることはあるかもしれないけど、お互いどんどんオープンにして公開していった方がその周りの人たちのレベルが上がるじゃん。でそれをやった時にじゃあなんかその公開した方損じゃんみたいに思うかもしれないけど、それしないと結局海外の人たちに遅れを取っちゃうんだよね。なんかすごい。だからで賞金とかさやっぱ高いのって海外で行われるから海外の人たちに勝てないとなんかしょぼい、なんか本当身内にちょっと勝ってて俺強えってやって終わっちゃうのよ。そうでそれはなんかつまんないっていうか、俺は長い目で見て損だと思う。すげえ。でも逆に日本が明らかに一番強くて、そう日本人同士での対決に勝つことが一番大事ってなったら隠す人はもっと増えるかもしれないけどね。なるほど。ゴールが日本にないっていうこと。海外も割とその思考なんですかね、格ゲーって。結構この考えは共有され始めてる気がする。アメリカとかは大会付きの賞金がすごい多くて、だから要は今日見せることが明日の賞金取りこぼしにつながるわけよ。額は大したことないって言ってもあれだけど、そんなに大した金額じゃないとしても、だから今日勝つ明日勝つっていうことがすごい大事な、環境ではあるんだよね、アメリカって。でその大会を何回も勝つことでスポンサーがついたりっていうので、だからどうしても手の内を見せないみたいな人が、日本に比べると多いんだけど、でも結局それでじゃあ日本人に蹂躙されてたら意味なくねっていう考えはだいぶ生まれつつあるなって感じがする。すごいね。それ余裕がないと隠しちゃうよ。そうだね。そうだよね。そうだね。ただね、結局そのなんだろうな、隠して勝ってもまた勝たなきゃいけないわけ。一回勝って終わりじゃないから、続けていかなきゃいけない。だとその勝つってことってなるとなんか疲れるというかさ、いつまでもそんな隠せるもんじゃないと思うから。だからどのスパンで見るかだね。今年1年でもう格ゲーやめますとかだったら隠してもいいと思うけど。頭いいんだね、梅ちゃん。梅ちゃんは頭いいっていうか、経験層だね。経験層いやもう相当頭いいっすよ。頭いい。相当頭いい。ありがとう。そんな風に言ってもらえると嬉しいね。すげえ。FPS とかだとあんま考えられないからな。大会で構成的にもしょうがないんだけどね。リーグで世界大会って基本的に各リージョンから2チームとかになっちゃうから、どうしてもその日本チーム内でなんていうのかな、出し抜き合わないとそもそも世界のステージに立てないからっていうのもあるんだろうけど。あとやっぱチーム戦だから、その自分が良くてもチーム全体のことを考えると情報共有できないっていうことはあるよね。チーム戦、そうか、その日本チームとしてとかじゃなくて FPS とした場合、例えばそう A のチーム B のチーム C のチームって、その A の中にも
いろんな人がいると思う、鈴木とか田中とかで、鈴木は俺は情報共有したいなと思ってても、田中となんかね、その木村がいやダメだろっつったら無理じゃん。そう確かにっていうのもあると思うんだよね、うん、チーム全体になると情報のなんていうかが重くなってくるというかさ、お前の一存で決めんなよみたいな。確かに。そうでもね、昔それこそケンキもよく知るフードがガンストもめちゃくちゃうまいんだけど、あいつ、はい、うん、で池袋のねロサ会館かな、違うロサじゃねえか、まあいいや、なんか池袋の、サンシャイン通りにあるゲーセンが聖地だったの。そこが一番レベルが高いって言われてて、で、そこに要はフードが、作ってるというかずーっといるから、そこが聖地になった、結果として聖地になったんだけどすごい。すごい。あいつがすごかったのは、結局ね、あいつガンストの大会、全国大会何回勝ってんだ、2回3回勝ってんのよ、実際にチームを優勝に導いてるわけで、そのやつのやったことっていうのは来た人たちに全員に教える。だからその自分たちのメインチームがあるんだけど、メインチームだけで練習するんじゃなくて、来た人たちととにかく一緒に4人1組のチームなんだけど、入っていろんな人と一緒にやって、いやこれこういうふうにした方がいい、こういうふうにした方がいいよっていう、そのみんなに情報をこう公開してたの。そうで、俺最初の全国大会同じチームだったから、だから唯一あいつが全国大会勝てなかったのは俺と組んだ時なんだけど、俺たちが下手くそすぎて、俺たちっていうか特に俺が下手くそすぎてちょっとダメだったんだけど、それ以降は強いチーム組んで、全部優勝だけど、それでやっぱ言ってたのは、いやここが一番情報集まる場所にしたいから、何でも教えますみたいな。これが何でも教えれば多分ここに情報が一番集まると思うんでみたいなこと言ってて、さすがですよ。すげえ。マジでさすが。すごいね。それ以外でさ、そんな話聞かないよ。てかね、それさ、ゲームセンターの中でそれが成立してるのがめっちゃおもろいよな。すごい。昔はね、でもね、もうちょっとね、地域性みたいなものがあって、例えば、ゲームセンターの話で言うと、東京対大阪とかっていう、分かりやすい構図がすげえあったのよ、昔は。東京対大阪とか、もっと言うと、東京のどこどこ、例えば新宿対池袋とかさ、渋谷対新宿とかさ、新宿でいっちゃん強いやつと池袋でいっちゃん強いやつが戦ってどっちが強いんじゃんみたいなことですか。そういったその個人っていうよりも池袋が強いからみたいなとかさ、いや新宿が最強だからみたいな、なんかそういうね争いっていうのが昔は結構あって、地域性というか、だからその池袋の間は情報共有するけどみたいなとかさ、新宿の間は情報共有するみたいな、そういう時代があったんだよね。おもろ、ギルドみたい。そうなんだけどね。しかももっとゲーセン流行ってた時で言うと、これがね、西口東口でもう対立してたから。東口のゲーセンのやつらと西口のゲーセンのやつらみたいな感じで、どっちも強いみたいな。それなんか例えばどっちも行くやつとかいなかったんですか？西口も、あいつ西口もいるけど東口もいんなみたいな、そういうね、いるんですよ、そういうリアル立ち回りみたいなやつ。大抵でもそういうやつはあんま強くないね。なるほど。そうで、どっちでもいい顔して、なるほどね。大抵そういうやつがその西口と東口の仲悪くさせてんだけどね、大概。あらぬ噂を流して、でなんかそれこそ昔川崎でスト2強かったんだけど、川崎のゲーセンもなんか何々口は大したことねえよみたいな感じで、なんかお互い言い合ってて、でどっちも超強えっていう、あって、すげえなみたいな、こいつら一緒にやったらもっと強いじゃんと思って思ったけど確かにそういうのがね昔はあった。古代の対立はありと超面白そう。いやその頃はね本当に面白かったよ、ゲームセンター。